あなたはこれが何かわかりますか？今、特殊清掃の依頼が急増している町がある。本日はどんな現場に行かれる予定でしょうか？本日はですね、大阪市西成区で特殊清掃の現場に向かっております。大阪市西成区。5人に1人が生活保護を受給するこの町に、多くの日雇い労働者が生活するエリア、愛林地区がある。昼間から路上で酒を煽る人、道端に座り込み酒盛りをする人、道端で横たわる人、半裸の人。これが西成の日常、西成の現実。この町で生活困窮者の支援を行う NPO の代表に話を聞いた。実際ここの地域に集まられる方、どんな方がいらっしゃいますか？一般的には日雇い労働の方がやっぱ多いんですけども、日本全国でしんどくなった人たちが最終行き着く場所が、僕は西成のこの愛林地区だと思ってます。みんなが前科者とかじゃないですけども、覚醒剤もかなり頻繁にね摘発されてますので、何か傷を負った人たちがやっぱ多いかと思いますね。例えば三角公園で出会ったこちらの男性は、この町に来られて大体何年ぐらい？この町来たいことは要するに出所して何年かですわ。刑務所からね。でみんなそうで、そうほとんどそうで、精神科ね、それからとかこの身体障害、僕のような足がない人とか、僕足ないんですよね。この男性は糖尿病が悪化し、服役中に右足を切断。足切断されたのは、拘置所で切断したってことですか？そう、拘置所です。それはまず考えられんこと。そうなんですか？この子はベテランでね、これはシャバ知らんね、ほとんどね、刑務所で34回かな。そんな常識破りの経歴もここでは珍しくないという。出所した人たちのたまり場が三角公園。取材させていただいてるんですけれども、お父さんこちらに来られて何年ぐらいなんですか？西成の町。60年。60年間西成にいらっしゃるんですか？そうですか。ご実家がも西成に来られて何年ぐらい6年ぐらい。？6年ぐらいですか？弟はどちらから来られたんですか？奈良。奈良ですか？奈良から。もう一人で。どういった経緯というかご事情があってこの町に来られました？最初はな、みんな。いろんなことがあったんですね。みんな。西成区で複数の物件を所有しているオーナーが今回の依頼者。おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いします。これまで多くの生活保護受給者に部屋を貸してきた。中には覚醒剤に手を出してね、私も警察に何回も行きましたけど、で誰も応援できないしね、もうそういう生活保護の人はね、やっぱりドヤ街だったら住めるけど、こういう風呂付きでちょっと小切れなところって入りにくいんですよね。だから設計やり直しのためにはこういう住まい与えていくのも彼らのためになると思ってリフォームして彼に入ってもらったんです。生活保護受給者を受け入れる物件を運営する上で一番大事だと思うことは何ですか？それはもうやっぱり命でしょ。命あっての家賃ですから。亡くなった男性は独身で一人暮らし。
41歳の生活保護受給者だった。その若さでなぜ命を失ったのか。こちら吐血でしょうかね。吐血の後なのかな。血液がかなり付着しているタオルが散乱しております。今2月の真冬のシーズンということもあって、刺繍はそんなにきつくはないです。ご覧の通り壁紙、天井のクロスもそうですけれども、お風呂の中までタバコのヤニですね。かなりヘビースモーカーな方だったと推察されます。かなり体格が大きい方だったのかなと思われます。お薬の束がたくさんあります。何かしらの疾病、持病を抱えられていたのだと思われます。こういった甘い飲み物が好きな方で、お酒も好きな方だったんですね。カップラーメンとか、こういった食品がたくさんありますね。お薬手帳がありますね。ちょっと。なるほど。糖尿病の毛が。自筆のメモですね。糖尿は俺にダイエットをさせるためにあるのか。ダイエットしたらモテる。俺が一番欲しいものはモテることだから。良いことのために存在していることになる。個人はどんな人物だったのか。温厚できちっと家賃を払うし、その一日も遅れたことないし、きっちりした性格で、パソコンとかもなんか勉強してるし、知的ないい青年だったと思います。まさかこういうことになるとは夢にも思わなかった。亡くなる直前まで交流があったという男性に話を聞いた。個人様とは連絡、お会いになられる頻度っていうのは？ちょっと家が遠いので、2、3ヶ月に一度、彼の家に、遊びに来ることが多かったですね。毎日のように連絡取ってるんで、家族以上。最後の連絡っていうのはいつですか？最後に会ったのが、去年の12月の25日、クリスマスの時に、焼肉のタバコがいた。お二人で、警察の方にちょっと相談したんですよ。あまりにも取れないんで、ちょっとおかしいと思うんですけど、どうしたらよろしいですかねって言ったら、警察の方が、じゃちょっと見に行きます。扉は施錠されていたため、警察は鍵を壊して部屋の中へ。そこにはうずくまる男性の姿が。警察はすぐに救急隊を呼び救護に当たったが、男性は帰らぬ人となった。警察と一緒に2階からよじ登ってドンとついて入って階段降りた時に警察が先は死んでるなっていう感じでも死体を発見した。ショックでしたね。まさか中で亡くなってると思ってなかったので、もう、ちょっと涙が止まらなかったです。会社員だったんですけども、駐車場の中でいるんですよ。それでちょっと
羽振りが良くて、はい、すごく稼がれてて、はい。ある時、飲み屋さんで、上着を椅子にかけてトイレに行った時に、はい、出てきたら、なんか男が、その上着を触って、なんか物を取ろうとしてたらしいんですね。探ってたんですって、お前何してるのって、で、ちょっと表に出て、はい、傘で叩いてしまって、はい、傷害事件になって、はい、留置所とか拘置所とか、はい、に入らなきゃいけなくなったんですよ。そこから彼のちょっと人生が変わってしまいました。傷害事件で職を失った男性は、もともと新大阪に住んでいたが、出所後、西成に流れ着いた。妙法蓮華経完全音菩薩父母菩提25発揮小風の医悪賢人死教部下外。本日はどういった作業を行うんですか？まずこちらのお部屋の中にある残置物ですね、家財道具とか全て体液がついているああいうお布団とかも全部撤去してしまいます。で床を洗浄してですね、クロスも全部めくっていってしまって、オゾンダッシュですね、除菌の施工をしていきたいと思います。特殊な薬剤を噴霧し、部屋を除菌。体液と血液が床にこびりついてますね。今僕が触っているこちらの部分ですけれども、見た目はわからないんですけども、触ったらすごいわかるんですけど、油がすごい浸透してます。床まで浸透してますね。この人の油、いわゆる脂肪です。脂質が溶けていって、この床がヌルヌルになっている状況ですね。今回こちらのオーナーさんが、加入されている孤独死保険を使われるということで、孤独死保険で大体各社いろんな保険会社さん出されてますけれども、上限が100万円までなんですね。現状復旧に伴う特殊清掃であったりとか、そういった費用が保険会社から出るんですけれども、床をめくるともう多分100万じゃ全然収まらないことになるので、洗浄して消毒して上からクッションフロアを貼るという施工に。こういう詰め替え用のシャンプーとかもね、このまま使ってらっしゃったんですこれ何ですか？ビニール袋ですよ。コンビニの袋です。マクドナルドです。ハンバーガー。時間が。そうですね。こんな感じになるんですね。よくね、腐らないって言いますね。いきますね。しっかりカビ入ってますね。ゲームキューブ。ゲーム好きな方ですか？これ何ですか？消費者金融、消
消費者金融からの督促状じゃないかな、全部督促状ばっかりですね。債権回収、これも債権回収、全部債権回収ですね。全然未回復、まあ、いわゆるもう負債、これ相続がある場合は引き継がれる？そうなんですよ。相続すればこの方の負債も相続されることになるので、まあ、そういうこともあって孤立化されているのかなと思われます。変にこう関わってしまうと相続ができちゃうので。逆に言うと相続しないとこれは誰にも引き継がれる？そうですね。90日以内にこの方が亡くなられてから、亡くなられたということを知ってから、亡くなられた日ではなくてお亡くなりになられたことを知った日から90日、この90日の間に相続放棄っていう手続きをしていただければ相続人の方は放棄できます。まあ、よくそのままねもう放ったらかしにされている方とかいらっしゃるんですけど、まあ、それで負債まで抱えてしまったという方も中にはいますので、例えば不動産とかね、持ち家マンションとか戸建てのお家でも持ってらっしゃる方で、依頼者の方がご親族の方で、不動産持ってるから財産相続するっていう方いらっしゃるんですけど、実際こう遺品整理していくと負債の方が大きかったりするケースもあるので、僕らの仕事でこういう重要書類とか、債権の書類とかも発見することも多々ありますので、そのあたりは結構重要なところかなと思っております。洗剤を振りかけ床の汚れを洗い落とす。こびりついた体液は特殊な器具でこそぎ落とす。タバコのヤニと刺繍がこびりついた壁紙も全部張り替える。そして後日、室内のあらゆる隙間を養生する。空気が漏れないように、湿度を上げるためにちょっと密閉の養生をさせていただいてます。まず入念に殺菌消毒してからオゾン燻蒸を行い刺繍を打ち消す。こうして部屋はほとんど元通りによみがえった。実際このお部屋今ご覧になられていかがですか？いや本当にね、私の知り合いの大工さんより綺麗からなぜこんな綺麗になるんかなと思って、もう信じられません。私の大工さんこんなにうまくやってくれる。保険会社よりここの社長さんの対応の方が早かったからね、もうそれはもうびっくりしかないよね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回は41歳という若さで孤独死された方のお部屋の特殊清掃を行いました。近年このような若年層の孤独死が増加傾向にあり、深刻な社会問題となっております。
個人のお部屋は生前の暮らしの痕跡が残されており、清掃作業を通じて現代社会が抱える孤独の問題を痛感させられました。多子社会を迎えつつある今、孤独死は決して他人事ではございません。地域のつながりの希薄化や単身世帯の増加など、社会構造の変化に伴い、このような事例は今後さらに増加することが懸念されております。私たちは単なる清掃業務を超えて、この社会問題に向き合い、一人一人の尊厳を守る活動を続けてまいります。ゴミ屋敷や家のものが増えすぎて整理やお片付けに困っているなど、お悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、一人で抱え込まずに、ぜひ私どものような専門業者にご相談ください。私ども関西クリーンサービスのチャンネルでは、セルフネグレクト、8050問題、孤独死の問題など、こういった社会問題を動画を通じて引き続き警鐘を鳴らし続けていきます。より多くの方に情報をお届けするため、 YouTube のチャンネルの登録と高評価、 X、旧 Twitter ですねのフォローをご協力お願いいたします。リンクは動画説明欄にございます。皆様のお役に立てる情報をこれからも発信続けてまいります。困った時はぜひご相談ください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。